こんにちは。ソニーピクチャーズの高島です。本日はステフ2022カンファレンステクノロジーを用いたコンテンツ制作の最前線というテーマで、セッションを司会させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、ソニーグループ内から各所からたくさんのエンジニアが集まっています。まず私ソニーピクチャーズの高島、そして R&D センターの田中さん、ソニー PCL の小林さん、そしてソニーインタラクティブエンターテインメントの豊さんに集まっていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。本日は前半はそれぞれですね、面白いことをやっていますので、活動を紹介していきたいと思います。後半、みんなで一緒に議論をしたいんですけども、特にゲームと映像制作の融合という形で、そちらについて一緒に議論していきたいと思います。それでは早速ですけども、まず私からはですね、このキリアンズゲームという名前のバーチャルプロダクションとリモート制作を活用した短編映画の制作プロジェクトについて紹介させていただきます。私はソニーピクチャーズで各種の技術の評価を行っております。またソニーグループ内外との技術コラボレーションも担当しています。3年前からソニーディスティングシテエンジニアとしてソニーグループ内のエンターテインメントと技術の融合といったことも推進しておりまして、この短編制作はまさにその活動の一つになります。キリアンズゲームという作品は比較的クラシックなスタイルの短編映画と、それから結構日本のヤクザ映画みたいなアクションも入っているなかなかユニークな作品なんですが、4月に YouTube で公開しておりますので、そちらでもうすでに公開されている内容です。ただなぜこういった作品を作ったかというちょっと背景を説明させてください。ソニーグループは技術に裏打ちされたクリエイティブエンターテインメントカンパニーというふうに自らを称していますけども、実際それがどういう意味を持っているのかと、何か表現できる分かりやすい活動をしたいと以前から思っていました。そこで今日登壇しています豊さんと一緒にですね、コンテンツ技術戦略コミュニティという活動を昨年立ち上げました。でここには音楽ですとかゲーム、それから映画、そしてソニー PCL 日本の制作会社、エンターテインメントグループのリーダーが集まっていまして、そこにR&D センターとソニーエレクトロニクスのエンジニアの方が集まってサポートしているような活動を行っていて、もう100人ぐらいのメンバーでやっています。でエンターテインメントの現場からはですね、なかなか新しい技術、R&D の技術を商用の作品で使うことは非常に難しいんですね。なかなかチャンスがないと。逆にエンジニアの皆様はその実際のコンテンツ制作の現場で技術を試したいという非常に思いがありますので、このコミュニティの活動はまさにこの真剣なコンテンツ制作というそういう場を作ることによって、コンテンツ側は技術を学び、技術のメンバーは実際に試す機会を得ると、コラボレーションの場を提供したいと思っています。昨年の夏にコミュニティができまして、早速短編映画の制作を活動を開始したんですけども、実際には11月にロサンゼルスでロケ地による実際の撮影を行って、2月に PCL のバーチャルプロダクションステージを使って続きの撮影を行いました。3月にソニーピクチャーズで映像や音声を仕上げて、4月の NAB で発表したという流れになっています。ここで2つ大きなテーマがあったんですけど、1つはこのコロナの真っ只中でしたので、お互い日米間行き来することができないと。ですが、その一つのチームで、まさに一つの作品を一緒に作ったかのような仕上がりを目指したいと、シームレスな接続を目指したいと。もう一つはやはり技術のテストではなくて、これはあくまで真剣なコンテンツ制作にしたかったんですね。ですのでコンテンツの制作がメインであって、そこで使える技術があればどんどん使っていくという体制を取りたいと思っていました。でそのためにですね、まずソニーグループ内からいろいろな製品、それからまだ試作段階のもの、そして R&D の技術などたくさん集めてきまして、これらをクリエイターの人たちに見てもらうと。で今回外部のセイラーというプロダクション会社で非常に短編制作が得意な会社がロサンゼルスにありましたので、そこと提携してこの技術をたくさん見てもらって、その上でどんな作品を作りたいかを自由に考えていただきました。その結果出てきたのが非常にクラシックなスタイルの作品だったんですけども、実はバーチャルプロダクションも含め最新の技術を使う際にですね、実はクラシックな作品でしっかりとなんて言うんでしょうね、シックな会長が出てるシーンというのは逆に難しいんですね。新技術をきちっと使っていくためには。ですのでチャレンジングな面でもあるということで、こちらを始めまして、ロケ地を決めて脚本を書いたあたりでかなり長い議論をして、ロサンゼルスとそれから東京の間で撮影したシーンをいかにシームレスにカットしてつなげていくかという形で、作品のプランを練りました。ここから先はあとは実行するだけなんですけども、11月3日間ロサンゼルスの近郊でまずドローンの撮影と車が走るシーンを撮ると。そして屋外のシーン、屋内のシーンと、これは従来の
撮影手法を主に立って行いました。でこういった従来の撮影の手法を学びたいというのが一つの目的だったので、その取り方を非常に勉強になりました。ですので、この使った技術、ドローン、エアピーク S1 ですとか、それからベニス2という新しいカメラ、こちらどちらも昨年の秋に出たばかりでも、ソニーピクチャーズとしてはまだ商品、コマーシャル作品には使えない状況だったんですけども、この活動を通して非常によく使えることが分かりましたので、すでに新しい映画の作品撮影に活用しています。一番大きな技術がバーチャルプロダクションなので、ここはビデオを撮影しておりますので、このビデオを紹介させてください。So one of the biggest things we wanted to test on this shoot was the brand new LED wall they built in Japan to recreate a set that we had actually shot on in real life here in the States. So you get to the desk, you're pulling out the letter and you're reacting. That's kind of the moment there. Today we're filming on set, and then they're going to scan the set that we've just worked on. That's going to go to FuseFX. We start by receiving a LiDAR scan of the location. We take that into our VFX pipeline at FuseFX, and we convert that into a virtual environment, which then we can provide to the team in Japan, and they're able to shoot with that virtual environment on their LED volume. The communication was very important, and we've always talked with FuseFX and Sailor team to make sure the color is correct. So for today, just talking about the creative, how it looks, see if we're in the ballpark for lighting and the fire sequence, and if there's anything else we want to change before we start sending files your way later this week. One of the things that was interesting about writing for the LED wall is we sort of wrote carefully. We didn't want to push the boundaries too much because we weren't sure exactly how it was going to respond. And we found that when they did the actual shoot, some of the things that we were careful about, they could actually achieve at a much higher level than what we were expecting. So next time we approach a project like this, we'll kind of know, you really can get away with a lot more than you think. はい、ビデオにありましたように、初め撮影中3、4時間だったんですけども、その部屋の360度の 3D データを取ると、それから机ですとか椅子みたいな小道具、大道具のデータを取って、そちらはジェントルジャイアントというスキャニング専用の会社にお願いしました。そしてソニーピクチャーズもお付き合いがある FuseFX という CG の会社にアンリアルエンジンのプロジェクトを作ってもらいまして、そちらをソニー PCL バーチャルプロダクションステージで活用したという形になります。でソニー PCL、新しいステージを今年の1月にオープンしていまして、清澄白河ベースという名前で稼働しています。でこのクリアンズゲームの撮影は2月の初めだったので、まさに初めてテストをする機会にも恵まれたと、その中でいろいろと学ぶこともあったんですが、非常にうまくいきました。ありがとうございます。でこのキリアンズゲーム、日米間で共同で行ったんですけども、ですので、ウェブミーティングをたくさんしながら、その色合いですとか、それから、これは日本側からの提案で、アメリカではまさかその建物を燃やすといったことは全く思いつかなかったんですけど、CG でバーチャルプロダクションであれば建物を燃やすことができるということで、CG の炎のエフェクトとかを作り上げていきました。テストを重ねた結果、最終的にはここにありますように、左側のバーチャルプロダクションのステージの映像と、右側の実際のロケ地の映像、非常に近い色味で、シームレスな映像が作れるというところが確認できましたので、この状態で撮影を行ってもらいました。もう一つ非常に役立ったのはリモート制作のツールですね。で日米間で一緒に作品を作りたいという思いがあったので、できるだけ一緒に同じ撮影中の映像を共有しようと。で Xperia Pro という HDMI 入力がある Xperia があるんですけども、そちらを使ってアメリカからの映像を日本へ送り、日本の映像もアメリカが見ると、こちらを同時に行うことができました。ロサンゼルスからの映像を日本に共有する際にはですね、実は現地のネットワークかなり良くなかったんですけども、4G と 5G の回線を束ねて、ビットぐらいの HD 映像を送ることができました。ここに写真にありますように、たくさんの機器にエクスペリアをつないで、その映像を日本に送ると。またはこれを見ることで、将来の次のバーチャルプロダクションの際の準備が非常によくできたというふうに聞いております。東京からはですね、回線が良かったので、最大6つの HD 映像を送ることができました。メインのカメラと BTS に加えて、そのアンリアルエンジンの画面ですとか、いろんな情報を送って、アメリカのディレクターはその照明ですとか、細かい点を指示することができたので、終わった頃にはアメリカは深夜でしたけども、非常にシームレスで、ちゃんときちんと会長があった映像が撮れたというふうに非常に喜んでいました。
で結構ここで他にも気づいたんですけども、やはり日本で日本の役者さんが日本のクルーと一緒に作品を作ると本当に日本らしい演技ができるんですね。ハリウッド作品の中には本当に日本らしい演技っていうのはなかなか見ないんですけども、こういった形で日本での撮影を日本でやっていただくことで、グローバルにやるだけではなくてクリエイティブな面でも日本の演技がきちんとハリウッド作品に入るという可能性を見ることができたというのは非常に良かったと思います。こちらに並んでいるロゴはですね、実際に作品に使われた、商用で使われている製品やサービスになります。具体的な使い方はその YouTube でミーティング映像を配っておりますので、そちらでご覧いただければと思います。コミュニティの活動としてはですね、映画に限らずいろいろなタイプのコンテンツを真剣に作って、その中で技術を使っていくという活動を毎年やっていますので、これからもどんどん積極的に活動を広げていきたいと思っている状況です。私からは以上です。で次は、ソニーのボリュマトリック技術について田中さんから説明いただきたいと思います。田中さん、よろしくお願いします。はい、R&D の田中と言います。よろしくお願いします。私の方からは、ボリュメトリックキャプチャーということで、空間を丸ごと撮影して、表現するような技術について説明させていただきたいと思ってるんですけれども、その前にその空間映像っていうものそのものについて少し歴史を振り返るといいますか、ちょっと私の思いみたいなところもあって、ご紹介したいかなと思っております。で幼い頃からですね、映画における VFX っていうんですかね、そういうのすごい興味を持ってて、で SF 映画においてはVFX が描かれるっていう世界すごい多いと思うんですけど、それに非常に魅了されてきたっていうところがあります。で例えば2001年宇宙の旅の無重力の感じですとか、あとはスター・ウォーズのレイヤ姫がホログラフィックで出てくるみたいなもの、あとはブレードランナーのオープニングがもうすごい世界が描かれたり、マトリックスではバレットムービーみたいなどうやって撮ったんだろうみたいな映像が出てくるみたいなところで、非常に映画における VFX っていうのは進化を続けてきてるんだなっていうふうに思ってます。でもともとその VFX 技法みたいなものっていうのは昔はフィルムを用いて、それを多重録音するみたいなところから始まってたと思うんですけど、だんだん途中からCG を使ったものっていうのに進化してきて、さらにはCG と実写がもうかなり今融合してきて、実写側からうまく CG 化していくみたいなことがアプローチとして増えてきたのかなというふうに思ってます。で映像制作っていうのは非常にいろんなところで進んでいくんですけれども、研究との絡みっていうところが結構ございまして、アカデミックなところと連携しながら一本の映画を作るために新しい手法を生み出していくみたいなことが起きてきていると。例えばですけれども南カリフォルニア大学のICT と呼ばれているインスティテュート・オブ・クリエイティブ・テクノロジーなんですけど、そういうのが非常に典型で人物を3次元してそれを使ってみるみたいなことが進んでいるのかなと思ってます。でこの映画だけじゃなくてですね、もう映像を記録するっていうのは、そもそも論で言うと人類にとってはもう当たり前の欲求みたいなのがあって、古代から洞窟の中に絵を描くっていうところから始まってると思うんですけれども、それが写真が撮れるようになって、で動くような映画ができるようになって、でさらにそれがテレビが出てきたことによってですね、違った場所まで映像をリアルタイムで届けるようになってきたりとかで、我々の会社でソニーとかは、そこでハンディカムって呼ばれるようなビデオカメラを開発して、人々が自由に映像を記録して歩けるみたいな、そんな時代が来てるっていうのはもう皆さんご存知なことだと思うんですけれども、そもそもその視聴っていうもの自体の体験っていうのも変えようっていう取り組みは昔からあって、ここからが少しの空間映像の話になるんですけれども、今までのコンテンツっていうのは、受動的って呼ばれるんですけれども、カメラが決めた映像を、撮ったものが見れるということだったんですけれども、見る側からした時にもっと自由に見たいっていう、能動的な見方という、インタラクティビティが欲しいというのは昔から実は古くから取り組まれてきている話でして、例えば全天球映像と呼ばれるような360度全部撮れて後から見れるよみたいな話もありますし、MIT の金手先生が昔からやられているような、自由視点みたいな形で複数のカメラの映像から、いろんな場所が見れるような表現みたいなのが、だんだん広がってきてたと、そういう状況にあります。で一方それがソニーの中ではどうかということなんですけれども、実はソニーも昔から空間そのものを伝送するっていう
放送していこうっていうコンセプトはありまして、でそれがいろんな時代ごとに、どういう手法がいいかっていう研究がずっと実は行われてきている状況でして、こちら図に出てますけれども、空間を放送しようみたいなコンセプトから始まって、2003年ぐらいまではフォースビューって呼ばれるような360度のカメラを開発して、それがプレイステーションで見れるみたいなものも進めてきたという形になってます。で近年ではですね、今我々が取り組んでいるのが、ボリュメトリックキャプチャーという技術なんですけれども、こちらの技術はですね、空間を丸ごと取り込むっていうところを目指していまして、被写体をですねこう取り囲むような複数のカメラで撮影したものをそこから 3DCG を起こして映像を違った視点からでも見れるようにするというような技術になっております。でこちら研究開発はずっと進めてきたんですけれども、最近になりましてソニー PCL の清澄白河ベースというところ、バーチャルプロダクションのスタジオの隣にボリューメトリックのスタジオをオープンしまして、バーチャルプロダクションとボリューメトリックの組み合わせみたいな、新たな表現をしていこうというような話をしております。でちょっと今からですね、そのスタジオで撮った映像を使ってどんなことができるのかというのを、示したサンプルの映像がございますのでご覧ください。こちらのようにですね、ボリューメトリックキャプチャーで撮影した映像を使って今までできなかった表現っていうものが、できているっていうのがよくわかると思います。でこの我々の、ボリューメトリックキャプチャーって言ってるもののソニー側の特徴になるんですけれども、大きく2つございます。一つがフォトリアリスティックレンダリングと呼んでるんですけれども、撮影した映像そのものから映像を再構成する、画像を再構成することをしてますので、いわゆる CG っぽさというような、ポリゴンでできた、形というよりはかなりビデオで撮ったような映像の表現ができているというのが一つ特徴になります。でもう一つがですね、ポーズエスティメーションが同時にできているということで、こちらはそれぞれのカメラの姿勢推定をして、そこから3次元的にどんな動きをしたのかというのを非常に正確にかつ、ビデオと同期した形で撮れますので、映像制作において何ていうんですかね、動きを、使ったような表現が、しやすくなるというようなのが特徴になっております。この2つの特徴を持っております。で今後なんですけれども、今、こういうふうに活動して撮ってるものっていうのはあくまでもそこにある光をそのまま、キャプチャーしている、これ自体も価値はあると思っているんですが、今後新たな映像制作をしていくときにはですね、そこにアニメーションやマテリアルの、推定をつけていくっていうことが非常に重要かなと思ってまして、例えば今ここで流れている映像がそうなんですけれども、白いボールがただ落ちてきているだけだと、何が起こるかわからないんですけれども、それに、物理シミュレーションがついてマテリアルがつくことによって、より、本当にそこにあるように見えるっていう形が進められますので、
アニメーションですとか物理演算マテリアル推定みたいなものが映像から推定できるような技術というのも進めております。私の方からはこのようにですねボリュメトリックキャプチャーの事例と今後についてっていうのを紹介させていただきました。さんありがとうございました。続きまして PCL の小林さんから第2世代のバーチャルプロダクションボリュメトリックも絡めてお話しいただきたいと思います。小林さんお願いします。はい、ソニー PCL の小林と申します。私の方からは、ボリューメトリック技術とバーチャルプロダクションを組み合わせた、次世代のバーチャルプロダクションという形で、ご紹介をさせていただきたいと思います。ソニー PCL は映像制作の会社で、皆さんが開発されたような技術を、実際のクライアントにお届けする、制作会社的なポジションで、ビジネスをやらせて、いただいております。はい、では早速、中身に入っていきたいと思います。バーチャルプロダクションですね、最近徐々に有名になってきているので、皆さんご存知かもしれないんですけども、大きな LED のパネルがありまして、その中に 3D で作られた背景をですね投射するんですけども、そこの背景が 3D であるというところが非常に重要で、そことカメラが連動します。なのでカメラが左右に動くと、それが切り取るべき後ろの背景がマイフレームマイフレームですねリアルタイムでレンダリングされて、あたかも演者がそこにいるような映像を作ることができます。はい、こちらがそのサンプルクリップになりますけども、実際にこれ後ろに映っているのがですね LED なんですね。でボディ車自体は実写なので、そこに映り込んでる光が後ろのパネルから供給されているという形になって、実際にこういう空間に車を置いて撮影をしているような、そういう演出を作ることができます。はい、次にボリューメトリックキャプチャーなんですけども、こちらはですね、実在の空間を、動きのある状態で、3次元のデジタルデータとして取り込むことができます。先ほど田中さんのご紹介にもあった技術と同じなんですけども、今まで2次元で撮っていたカメラが、左側のになります。これ平面的ですので、角度を後から変えることができません。ですが、3D でリアルタイムで撮ってリアルタイムで再生できるように収録してますので、後でですねカメラの位置を自由に動かすことができます。でこれを2D のデバイスで見る場合にはそういうふうな自由な視点で見ることができますし、3D のデバイス3次元の立体裸眼ができるディスプレイであるとか、VR のヘッドセットみたいなもので見ると、自分の見たい方向から見ることができます。ちょっとサンプルご用意してますので、ビデオの方を見ていただきたいと思います。はい、これ実際にミュージッククリップで使われた事例なんですけども、上の方がですね、ボリュメトリックキャプチャーのスタジオで撮っています。で下側がですね、その上で撮ったデータを使って、実際に仕上げた作品になります。ですので1回撮るだけでですねこれぐらいの自由な視点が作れますし、 3D のデータですのでさまざまに加工をする、複数人同時に出すこともできますし、何よりですねフォトリアルであるというところと、この服のひらひらした感じですね、ここが非常にきれいに撮れているというところで、これまでモデリングでやられていたような技術からすると、ちょっと一線を画すような出力ができています。はい、でこれを実際にですね組み合わせてみるとどうなるかというところなんですけども、バーチャルプロダクションの背景の中にボリュメトリックデータを入れました。ですのでカメラが動くとですね実際に後ろの背景が連動して動くんですけども、その中に3次元のボリュメトリックキャプチャーデータが配置されてますので、こちらもちゃんとこう立体感を持って視差をつけて収録することができます。非常にダイナミックなカメラワークがこれまで以上に作れるというところが新しい技術になります。でしかもすごくフォトリアルですね。はい、というところで、こういう新しい技術をどんどん入れながらですねバーチャルプロダクションは進化していくと思うんですけども、これからのトレンドとしてですね、4つほど挙げさせていただきました。
カメラの自由度を増やすというところもありますし、今カメラ1台でやってましたけども、複数台のカメラで撮ると視点が様々撮れますので、カメラのスイッチングも可能になります。やはりあとそれと高精細でかつ動きのある背景というものを後ろで背負いながら演技することができますので、非常に没入感のある空間が作れるかなというところと、あとはとても重要なことなんですけども、これまで実際に映像制作をされていた方々のノウハウですね、美術チームであったり照明チームであったりというところ、そこと VFX のチームが一緒になって映像制作ができるというところ、これが今までの CG と分断されているという映像制作の作り方からすると大きく変わってきているところになります。でこれまでやってきたことを第一世代のバーチャルプロダクションと例えば言うならば、第二世代はですね、カメラの自由度を増やすという意味ではどんどんこのパネルが大きくなっていくというのは自然な流れかなというふうに思います。でそういうことができることで、大きな合戦シーンであるとか大人数が出てくるような背景を背負うことができます。一方ですね、もっともっとコンパクトにバーチャルプロダクションを実現するような技術も出てくると思います。簡単な例で言うと、ターンテーブルをうまく応用させてターンテーブルの回転と背景を同じように回すとですね、ずっとカメラがパンしているような映像が撮れたりしますし、セットエクステンションっていう技術もあって LED の外側にも実際にその空間が広がっているような AR 技術を組み合わせたようなそういう実際の XR の表現の仕方も最近増えてきています。でマルチカメラができるとですね、テレビの特に対談シーンであるとか、まさにこういう状態ですね、こういういろんなシーンが、もっともっとバーチャルプロダクションを使って作ることができますし、ライブのイベントですかね、そういうところに関しても AR を組み込むことで、リアルと情報量をたくさん組み合わせて今までよりリッチな配信、映像配信ができるということを期待しています。何よりそこにですね、照明部さんだったり技術部さんであったり、そこをつなぐ人だったりとかっていうところが一緒にやっていくということが重要になりますし、そこにデジタルを入れていくというところで少し DX とも絡みがあるのかなというふうにも考えています。でボリュメトリックデータを入れることでですね、後ろがどんどんリッチになっていきますので、後ろの背景がより生き生きしてくると。そういうふうなのが今後どんどん新しい技術として出てきて組み合わさっていくというところを期待してご紹介させていただきます。はい、私の方からは以上になります。ありがとうございました。高さんからゲームエンジンを含めた最新のゲーム制作技術について紹介いただきたい。高さん、お願いします。ソニーインタラクティブエンターテインメント豊と申します。私は1988年にソニーに入社したんですけれども、それからプレイステーションの最初のプレイステーションですね、それの開発に関わりました。それ以来30年ぐらい経ちますけれども、ずっとプレイステーションの進化とともに歩み続けております。今日はその歴史も鑑み、ゲームエンジンに関して紹介をしたいと思います。まず1つ目ですけれども、まずインタラクティブエンターテインメントのキーポイントということで話をしたいんですけれども、インタラクティブエンターテインメントというのはいくつかの今までの映画などと違う点がありまして、一つがリアルタイムリアクションを返さなければいけないということになります。これはユーザーの反応に合わせて適切なシーンを作り出さなければいけないということになるんですけれども、これは非常に技術的には難しい話でして、映画とかはすでにフィルムを取りためておくということができるんですけれども、ゲームの場合はユーザーの反応に応じてそのシーンを作らなければいけないので、60分の1秒もしくは30分の1秒なりで映像を作らなければいけないということになります。これはテクノロジー的には非常に難しい話です。それからもう一つがリアルタイムリコンストラクションということですけれども、こちらはクリエイターの意図に応じてユーザーの反応に応じたシーンを作らなければいけないということなので、自由にシーンを作り出さなければいけない、ここがもう一つ難しい点になります。でこのような反応を作り出すということはソフトウェア、つまりプログラムで実現されているというものになります。ゲームグラフィックスに関して言うと、先ほどの非常に難しい話がありましたので、最初はこのようなですね、非常に簡単なドット画みたいなもので始まってきました。ただ技術がどんどん進化するに従って、最終的にはですね、このような非常にフォトリアルな世界を作らなければいけない。
こういう世界をリアルタイムに好きに作り出すというのは非常に難しい話になります。テクノロジー的に大変な話になります。またこのような非常にクオリティの高い映像を作るにはいろいろと労力もかかるということになります。じゃあこのような映像がどうやって作られているかということを話をしたいと思います。高品質な映像を作るためには2つのポイントがありまして、一つがアセットと呼ばれるですね、先ほどのキャベツの畑であればキャベツ一つ一つとかそういうものをアセットというんですけれども、それを高品質にしなければいけない。もう一つがランタイムと呼ばれています。それを最終的な画像に映す時にいろいろと動きをつけたりとか、そういうことをしなければいけないということで、アセットプラスランタイムを2つともですね、ちゃんと作っていかないと高品質な映像にはなりません。最近のゲーム映像でいうとですね、アセットというのはアーティストが作るんですけれども、その中にテクノロジーがいくつか入ってきているということがあります。テクノロジーとしてはやはりフォトリアルになってきていますから、現実の世界をどうやってキャプチャーをしていくかっていうところもありますし、あとは AI による清掃というのも最近は非常に話題になっていますね。それからランタイムの方、こちらの方がまた難しい話がありまして、先ほど言ったようなリアルタイム30分の1秒なり60分の1秒で作り出さなければいけない。そのためにはプログラマーが頑張らなければいけないです。でここにコントリビュートするのがゲームエンジンの話です。後でゲームエンジンの話はしたいと思います。でこちらもテクノロジーがいろいろとありまして、まず物理シミュレーションなどのシミュレーションテクノロジーを使って動きをつけていくというようなものですし、それから、3D オーディオなどの環境の音をちゃんとつけていくところ、それから AI 技術などがいろいろと入ってきています。これらの技術を入れていくというのは2つの目的がありまして、一つがさらに高品質な映像を作っていきたいというところの高品質映像、もう一つが先ほどからアーティストとかプログラマーさんの非常に負荷がかかっているので、それをなんとかオプティマイズしてコストダウンしていきたいというコストダウンのところがあります。はい、アセットのデザインですけれども、どういうふうになっているかというところなんですが、 PS3 まではラスターグラフィックスというですねものでやられていました。これはそれらしく見えるようにするために、例えば3次元のポリゴンにテクスチャーを貼って見るとそれらしく見えるというものなんですけれども、それから進化をしてきまして、先ほどのフォトリアルにするにはどうするかというところがあるんですが、 PS4 以降ですと物理レンダリングというのが入ってきます。この物理レンダリングというのは、基本的に人間が見るものっていうのは物理現象、要は光を見ているわけですので、その光をシミュレーションすることによって非常にフォトリアルにしようという話になっています。この変革のためにアセットの方もいろいろとですね難しいことをやらなければいけなくなってきています。昔はテクスチャーも3つぐらい、ディフューズとかスペキュラーとかノーマルとか、それぐらいのマップを作ればよかったんですけれども、フォトリアリスティックレンダリング PBR をするためにはベーステクスチャー、ラフネス、ヘイトマップ、放線マップ、それから IBL やキューブマップなどさまざまなデータを作らなければいけないです。このように非常に大変になってくるという話が一つあります。それから次はランタイムテクノロジーの方ですけれども、こちらの方もやはり自然界をちゃんと動かしていくと、リアルに見せなければいけないということでいうと、物理シミュレーションというようなものが入ってきます。これは物事が動くときには基本的には運動方程式に従って動きますので、さまざまなものが飛び散ったりとか動いたりとかするものも運動方程式を解くことによって作り出すということが一つあります。それから物理レンダリングなど、光をシミュレーションすることによって非常にリアルな映像を作り出す。それからキャラクター AI、 これはキャラクターの中でどういうふうにこっちからあっちに動いたらいいかっていうようなものを作り出すような技術ですけれども、このようにさまざまな技術をランタイムで作り出さなければいけないということになります。そこでゲームエンジンです。このようにさまざまな技術を入れていくためには、一つ一つですねゲームを作るために一から作っていたのでは無理です。なのでゲームエンジンのようにいろんな技術をその一つのエンジンの中に入れて、いろんなゲームがそれを使えるようにするということが必要になってきます。それからランタイムですので、やはり60分の1秒なりリアルタイムで動かさなければいけない。
そうなってくるとこっちの技術をアクセスしまたこっちの技術をアクセスしてみたいな形でいろいろと複数の技術を同時にアクセスすると本当にそれがちゃんと間に合うのかとかそういうものを調整していかなければいけないということになりますね。そういうこともありますのでこういうゲームエンジンを使うことによって効率的にやるということが必要になってきます。それから先ほどのような物理シミュレーションを入れたりとか動きを調整したりとかいうところもスクリプトとかパラメータみたいなもので簡単にコントロールできるようにするというところがもう一つのゲームエンジンの重要なところになります。それから3つ目ですけれどもアセットに関しても非常に手間がかかって作ってますので一つのゲームで作るのではなくてさまざまなゲームで使えるようにアセットのインターオペラビリティ総合利用性それからプラットフォームに関しても例えば PS で作ったものをそれ PC に持っていくとかっていう形のプラットフォームのインターオペラビリティもこのゲームエンジンによって作られます。したがって非常にゲームエンジンというのは現代のゲームについて使われるのに適切な手法だというふうに思います。でゲームエンジンの中には2つの大きなエンジンがあるんですね。一つがアンリアルエンジンと先ほどバーチャルプロダクションの方でも使われているという話がありましたけれどももう一つユニティというものがあります。SIE ではもうゲームエンジンを作っておりましてそれはデシマというゲームエンジンがあります。こちらは SIE のファーストパーティーのゲリラゲームスというところが作っています。でゲリラゲームスのソフトウェア非常に高品質なソフトウェアですけれどもホライズンゼロドーンそれからホライズンフォービルンウエストというのが最新作ですがそちらの方でもデシマは使われています。また他の SIE のファーストパーティーの AAA ゲームにも使われているようなエンジンになります。でこれの特徴なんですけれども、プレイステーションのために作られておりますのでプレイステーションの性能を最大限引き出すように最適化がされていまして非常に高品質な映像が作れるようになっています。それから最新技術もいろいろ入っておりまして先ほど言ったようなフィジカルベースレンダリングだったりとかそれから物理シミュレーションキャラクターアニメーションそれから気候のシミュレーションとかですねそういう自然物のものも入ってますしあとゲームエンジン側でいろんなものを自動生成するというのも入っています。こちらのゲームエンジンの特徴をちょっと映像を見ながら説明をしたいと思います。こちらの映像に関して言うと今年のシグラフ2022の方でリアルタイムライブというイベントがあったんですがそこで披露された映像から一部を持ってきているんですけれども名誉なことにそのリアルタイムライブのコンペティションではこのデシマがですねアワードを取ったと一番を取ったというようなものになります。まず最初の一つリアルタイムパフォーマンスですね。このように60分の1秒で動いていますので非常に清らかに動いているのが分かりますし非常に美しい世界がレンダリングされているのが分かります。これをちゃんとスケジューリングするためにはこのようにいくつかの処理が走っているんですけどそれを最適化をして同時に走っているというところでどこが処理的に重いのかそういうことも一目瞭然で分かるようにしています。こういうことをすることによって60分の1もしくは30分の1秒でリアルタイムに動かすということをやっております。次の映像に入っていきたいと思います。はい、次は物理シミュレーションになるんですけれども、あと自動生成ですね。ここの苔のシーンですけれどもちょっと見ていただくと分かるんですけれども実は何も生えてないところからどれぐらい生やすかというのをですね自動生成でやっていますのでいろんなシーンを自在に作り上げることができます。それから次のシーンに行くとここに草が生えておりますけれどもこの草もですねキャラクターとちゃんとアニメーションをするために防音が入っておりましてそれで物理シミュレーションをすることによってこの草がリアルに揺れるというようなことができています。では次のシーンを見てみましょう。次が自然の環境の再現ですね。向こうに波が見えますが非常にリアルに動いているのが分かります。こういう一つの白波の一つ一つもちゃんと物理演算をすることによってリアルに動かすことができますしこの海面の透明な感じそれからキャラクターがこう海の中を泳いでいる感じこちらも計算によって非常にリアルに作られています。次は気象の方のシミュレーションなんですけどここのパラメータをちょっといじっていくとですねだんだん嵐になってきて世界が雷が出てきたりとかっていう形になります。このようにこの波の
動きとか水の中もそうですけれども雨が出てくるとかこういう気象もですね自在にコントロールができてきます。で雨が出てきているので当然キャラクターにはですね雨がかかって、ウェットな感じになりますけれどもちょっとアップしてみますけれども、こういうふうにですね、肌の表面のところが雨が出ているようなところも分かります。このような高精細なグラフィックスというのを全部ゲームエンジンは再現ができます。で最後にドラゴンに乗ってフライオーバーしていってですねこの嵐の世界から抜けていって、夕日を見れるというようなことになっています。このように世界全体をゲームエンジンで作るということができていることになります。はい、デシマのまとめですけれども再現性ゲームエンジンデシマ非常に美しい世界をリアルタイムに描画できるというところそれから気象シミュレーションとか砕ける波それから自動生成される植物キャラクターの動きなどを最新のテクノロジーで非常にちゃんと動かしているということが分かると思います。それから簡単なパラメータで先ほどの気象もコントロールしてましたけれどもコントロールできるのでしかもリアルタイムに確認できるというところがありますので非常に高品質な映像っていうのを簡易に確認できるということになりますので要として使われております。はい、次はゲームを超えてということなんですがゲームエンジンというのはリアルタイムで高品質なバーチャルワールドを描画できるんですけれどもこれはゲームに限らない使い方ができるのではないかなというふうに思っておりまして先ほどありましたようなバーチャルプロダクションに使っていくというようなこともありますしそれからメタバースもしくはデジタルツインといったようなですねものにも将来的には使っていくのかなというふうに思っていますのでこれからも非常にゲームエンジンというのが重要になってくるのかなというふうに思っております。はい、私の説明は以上です。ありがとうございました。私今日はロサンゼルスからリモートで司会をやってますけれども実際に技術とこういうふうなコンテンツが作られたとペアで説明されることで分かりやすくこういったコンテンツを作るためにこういう技術が必要という伝わったかな。早速、ディスカッションに入りたいと思います。で私ソニーピクチャーズで働いていますけれども最近ゲーム制作の技術を活用したい撮影をしたいという話が非常に多いんですね。例えばモーションキャプチャーですとかリアルタイムでモーションキャプチャーを使ったモンスターなり何かを動かしながらそれに対して人間が演技することでより人間はその演技がしやすくなると。監督から見れば自分が求めている映像が本当に撮れたのかどうかということでCG を使って作っていると何ヶ月も待たなければいけなくなりますし次の日ではもう遅いという時ありますのでいかにリアルタイムに本当に撮りたい絵が撮れたかを確認できるような技術が非常に求められている点でゲーム技術の中で何か変化もしくは新しい動きございますでしょうか。高さん。そうですね本当にそういう意味で言うとゲームというのは最初に申し上げましたけれどもリアルタイムというのがとても重要な要素になっておりましてリアルタイムで何でもやらなければゲームになりませんのでリアクションが返せませんのでそういう意味ではリアルタイム技術というのをもうプレイステーション1が出た頃からですねずっと追求をしていました。もちろん最初のうちは非常に絵がですねそこまで高精細ではなかったんですけれどもコンピューター技術の進化とともにどんどん高精細になってきましてだんだんそのリアルタイム技術というのがですねいろんなところに使えるようになってきたのかなというようなところだと思います。で私はちょっと一つ高島さんに質問があるんですけれどもこういうリアルタイムというのがもたらすメリットどういうところがリアルタイムとして良くなっていくのかそれは例えば映画制作に関してもいろいろと寄与するところがあるんではないかなと思うんですけども今のリアルタイムの流れっていうのに対して高島さん映画の立場から見るとどんなふうに思っておりますか？そうですね、実は2つあると思うんですけども1つはやっぱり作品を撮影してる本当に撮影の現場で、今まで後にならないと分からなかったことがもう撮影中にリアルタイムに分かると。小林さんが言われてたインカメラ VFX、LED を使ったバーチャルプロダクションまさにその例なんですけど撮影中に背景も含めて全て分かると。なのでもし問題があればその場できちっともう一回撮り直しができると。で今そこで足りないと言われているものは例えばですね、背景が比較的スタティック決まったセットだったりあとは
その決まったアニメーションをする予定の例えばロボットが歩いていくみたいなシーンは作れるんですけども、ちょっとそのロボット動き変えてよとかちょっと違う演技をしてほしいと背景のオブジェクトに対して思った場合はなかなかリアルタイムがないんですね。でそのあたりを例えばモーションキャプチャーを使ってその背景のキャラクターも含めて人間が実はリアルタイムで動かしていると。2つ目はですね、プリプロダクションと呼ばれている映画を撮影を始める前の段階で撮影のプランニングをしたり、それこそシーンコンテンツ自体をコンセプトを決めていく段階があるんですけど、今まではその CG アーティストを何か制作を尽くしてそれを確認してまた作り直したり、手書きであったりと非常に時間がかかるプロセスを繰り返していたんですが、そこでもこのリアルタイムに目の前でこのシーンを作りたい、こういう風なシーンですかって、いやいや違う、じゃあこういう風に変えればいいですかっていうのを目の前でリアルタイムに3D 上データで監督に見せたりすることによって、その場でどんどんイマジネーションが広がって、作品のコンセプトがきっちり固まっていくと。その上で撮影をすることで間違いがないっていう形の使い方のリアルタイムが非常に役に立っていると思います。どちらにしてもクリエイターがもう自分が思っていることを本当に確認できる、リアルタイムに確認できるっていうツールとして期待が高まっていると思います。ありがとうございます。そういう意味で言うと、やはりリアルタイムというのは本当に作品の効率性だけではなくて、作品のクオリティの向上にも役に立つというようなところだと思います。そういう意味で言うとゲームエンジンっていうのはまさにリアルタイムにいろんなことがコントロールできるというところがありますので、これからそういう意味で言うともっと使われていくような価値が出てくるんではないかなというふうに思いましたけれども、やはりバーチャルプロダクションでも本当にそういう意味ではリアルタイムで動かさなければいけないっていう局面があると思うんですけど、バーチャルプロダクションとしてのそのゲームエンジンというのは先ほどアンリエルを使っているという話もありましたけど、どうなんでしょう。そうですね、やっぱり映像として使えるクオリティが出せるというそういう時代技術の進歩もありますけど、そこがすごく今すごく上がってるので、実際に撮影して、収録をしてその作品として流せるクオリティですね、それが実際にでき始めているっていう時期かなと思います。で、高島さんもおっしゃいましたけども、やはりメリットとしてやっぱりインタラクティブに、リアルタイムですからインタラクションがその場で起こるんですね。なのでこれまで映像制作っていうとどちらかというと台本がしっかりあって動きが決まっていて、それに合わせて演者が演技をするっていうところだったんですけど、そこに少しずつ幅が出てくるんですね。自由にある程度動かしても、カメラも自由に動けるというところで、大まかなストーリーは作るんですけども、その中でやはりその特有のこのモーションであるとか、そういうところをアドリブまではいかないかもしれないんですけども、少しそういう人間らしさみたいなところですね。今までその CG 後処理を基準にして考えてたところが、人間をやっぱり主体にすることができるようになってくるのが、インタラクティブインタラクションとリアルタイム性のすごくいいところかなとは思いますね。そういう意味で言うとゲームエンジンのようなものでいろいろとコントロールをしてインタラクションが起こっていくっていうところがありますけれども、どういうふうにそれをコントロールしていくかっていうのは、新しく考えていかなければいけない分野かもしれないですね。そうですね。どんどん新しいことができてきますから。そうですね。あとアセットなんですけど、私のゲームの方でもアセットっていうのは非常に重要で、それをどうやって作っていくかっていうのがポイントになるんですけれども、一つやっぱりキャプチャーっていうのはやっぱりリアルになっていくためには外せないポイントかなというふうに思うんですけど、ボリュメトリックキャプチャーとかそういう 3D でキャプチャーするっていうところに対して、今後どういうふうになっていくと思われますかね。まさにそのリアルタイムで表示できるっていうところに関しては、信号処理が上がってきたPC とか、コンピューテーショナルパワーがすごい強くなってきたので、できることが増えてきているので、実はアセットって3D で見た時にはどんどん高精細に今なっているっていう状況で、先ほど豊さんのお話にもありましたし、小林さんの話にもあったように、背景アセットを作るだけでも今実はすごい時間がかかっていて、そこをこれ以上どんどん重くしていっていいのかなっていうのは確かに悩ましいところで、やはりコンテンツを作るってことになると社会実装が必要な部分なので、研究としてずっとすごいことができるってことばっかり追い込んでもしょうがないので、実用に耐えるところっていうのをかなり気をつけなきゃいけないのかなと思ってます。でそういう観点でいくと、実は
CG を、一生懸命作るっていう作業よりも、実写を簡単に CG 化できるっていう方が、実は使い勝手がいいっていう、ことも分かってきてます。で、そういう観点でいきますと、今は例えばバーチャルプロダクションで言いますと、背景アセットっていうところは、CG で作るっていうのが一般だったんですけれども、例えばそれを、複数のカメラ画像から、映像を補完していくような、最近出てる技術としては NARF っていう技術もありますけれども、機械学習を用いながら、実写から、3D を推定してリアルタイムに表示していくみたいなことができれば、アセットキャプチャー自体が、今までのロケハンと同じような感じで撮影してきたものがもうすぐにそれが再生できる。で、止まったオブジェクトに関しては今それができるようになってきてるんですけれども、例えば人物っていうふうに考えた場合、今のボリュメトリックキャプチャーはあくまでも、演技したものをプレイバックするっていうところにとどまっています。で、先ほど対比しますと、デジタルヒューマンと呼ばれるような、ゲームで使われている人物もそうですけれども 3D でスキャンして、それにマテリアルをつけてアニメーションをつけて動かす。でそのクオリティも上がってきました。ただやはりこちら側もですね、上がってくれば上がってくるほど不気味の谷というところはクリアできたんですが、作るのがやっぱりすごく大変、すごくコストがかかってくる。で同じようにですね、ボリュメトリックキャプチャーで撮れば、ある意味すごく簡単に安く作ることもできる。でただ今はこの、再生できるだけだと、先ほど言ったようにリアルタイムに例えばこの人に反応してほしいっていうのはまだ難しい状態です。そうするとやっぱりCG で作ったデジタルヒューマンの方が反応しやすい。ただこっちはまた高い。でこのバランスをやはりどこまで保てるかっていうところが、研究のしどころというか取り組んでいるところで、今は、我々のグループではですね、両方取り組んでいて、デジタルヒューマンもボリュメトリックキャプチャーもやってるんですけども、できるだけデジタルヒューマンを1個作っておくとボリュメトリックキャプチャーで作ったものでドライブすることができると。でその2つの技術を、しっかり持っていれば、例えば機械学習の、グランドトゥルースと呼ばれるようなデータはボリュメトリックキャプチャーで 4D という形で取っておく。で、3D のアセットがあれば演者が少し動いた動きに対して、その学習データからそれらしい映像を再生成することができる。そのあたりっていうのが、今後、これからホットになってくるところですし、今取り組んでいるところになります。そうですね。やはりボリュメトリックキャプチャーで取れる最大のポイント、いいポイントっていうのは、結構モデルで作るのが難しいような複雑なもの、例えば植物の葉っぱがいっぱいあるようなところだとか、あと特に人間もそうですけれども、なかなか CG では作るのは難しいっていうのをそのまま本当にリアルな人をキャプチャーしてしまうというところがあるので、そこは本当にリアルになるんですよね。で先ほど言われたように、じゃあそこに本当にリコンストラクションして動きをつけていくかっていうところで一つ大きなジャンプがあるんですけど、そういうものが例えば AI 技術を応用するような形になっていって、ボリュメトリックキャプチャーをやったものを、4D キャプチャー、時間も含めて取ることですけれども、 4D キャプチャーをやったことによってそれでなんか動きがつけられる、好きに動かせるようになると、これはすごい世界かなっていうふうに思いますけど、やっぱり映画の世界でもそういうあれですかね、なんか動きをちゃんと作り出したいみたいなところっていうのはあるんですよね、多分。もしちょっと今ジャンプインしますけど、キリアンズゲームもそうだったんですけど、やっぱり映画は特に同じシーン、アクションを実は異なるアングルでもう10回ぐらい撮るんですよね。いろんなアングルで役者さんは同じ演技を10回でカットが OK が出るまで5、6回っていうか、50回も60回も同じ演技を繰り返してるんですけど、本当に将来そのフォトリアルにボリュマトリックにその演技が撮れるんであれば、1回だけ素晴らしい演技が本当に撮れていれば、そのカメラアングルは後から自由に合成できるはずなので、そういう意味ではアニメーションはしなくても本当のこの演技をきちっと動画で 3D でボリュマトリックで撮れるっていう技術は、実はそういった形でも役に立つんじゃないかと話を伺ってて思いました。今のバーチャルプロダクションは1回2次元で撮影してしまったので、そこはもう決まってしまっていて、それ以上後から変えるというのはCG で作業でって感じになっちゃうんですけども、ボリュマトリックはそのアングルを後から変えたりする自由度を残しますよね。高島さん、そういう意味で言うと今の話で言うとですね、バーチャルプロダクションでさまざまなアングルが、から見たいというような、要求がありますけれども、他の要求ってないんですかね。例えば天候が変わっ
たりとかちょっと違うようなシチュエーションにしたりとかっていうようなアングル以外の、リアルタイムで作り出すというかコントロールがしたいようなところっていうのはあったりするんでしょうか？そうですね、多分小林さんがいっぱい経験されてると思いますけど、実際撮影をしようとすると、もしくはやり始めると、もうちょっと例えば夕暮れにしてほしいとか、やっぱりこんなシーンも撮っとこうって、普段だったらロケ地であれば次の日まで待たなきゃいけないとか、次に嵐が来るのはいつみたいになりますけど、バーチャルプロダクションだと自由に何でもできてしまうので、やっぱり撮ってる途中でこういうシーンも撮っとこう、こういう照明時間帯も撮っとこうって話は非常にあると思いますし、それは求められていると思います。そういう意味で言うとバーチャルプロダクションっていうのはそういうところに対応していけるんですかね？そうですね、今はもう、それこそその朝のシーンと夕焼けのシーンっていうのを、天候を変えることは気候シミュレーションみたいな形である程度はできますけども、やはりそこは何て言うんでしょう、やっぱりこうフォトリアルっていうところを追求すると、やっぱり朝は朝のシーン、夜は夜のシーンで作った方が、今はいいですけども、それがどんどんこう一つのアセットから複数の時間帯であるとか、時代も変わっていくとか、なんかそういうことももしできればバーチャルプロダクションとしてはすごく使い勝手が良くなるかなとは思います。そうですね。そういう意味で言うとやっぱりリライティングっていうか、その 3D アセットに対してライティングを変えたいみたいな要求っていうのはやっぱりあるんですかね。あと先ほど田中さんおっしゃいましたけど、マテリアルのところですね、今のところまだやっぱりテクスチャーに頼っているところがあるので、それが物理計算でちゃんとしたテクスチャーができたりするとですね、しかもそれがリアルタイムで動くとなると、本当にこうリアルな背景というか、さまざまなものがもうリアル側なのかバーチャル側なのかって本来気にしなくても良くなってくる、そこ以降のものは全部LED の中なんですけども、それを意識させないような絵作りができてくるとすごく楽しい、これまでなかったことが起こると思いますね。そういう意味で言うとやはり長年培ってきたゲームテクノロジーっていうのがだんだんこういうところに、リライティングももちろんゲームなどやっていますので生きてくるのかなっていうふうに思いますね。はい、ちょっと話はつきませんが、そろそろそうですね、時間も押してきましたので、一旦こちらで議論を止めて、最後に一言皆さんから何かこういった分野でやっぱりいろいろなゲーム技術、ボリュマトリック、実際従来の制作経験っていうのも全て組み合わせていくと、どんどん新しいコンテンツの作り方ができるんじゃないかなという感触を非常に得ましたので、その観点で一言ずつコメントをお願いしたいと思います。じゃあそうですね、じゃあちょっと発表順でまず、私は最後にしようと思いますので、田中さんにお願いしていいですか。はい。確かにこれから技術がいろいろどんどん進んでいくと、できることが増えるってことになると思うんですけど、私が今やらせていただいている技術の中でその空間で映像を作っていく、その操っていくっていうことを目指してるんですけれども、今はまだ、そこにあるものをリアルにキャプチャーして表現するっていうところにとどまってはいるんですけれども、皆さん今お話しいただいたようなゲームの技術ですとか、特に物理シミュレーションの技術があればできなかったことができるようになるっていうところ、やっぱりそこが一番重要なのかなと思ってまして、今までなかったものを、作り出していく、新しいものをそこから作っていくっていうところに注力したような活動ができればいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。じゃあ、小林さんお願いします。はい、私はですね、やはり新しい技術がどんどんできてきて、できることは増えると思います。ただそれを実際に活用していくのはクリエイターだと思っています。でそこのクリエイターがやりたいことをこの技術とこの技術を組み合わせればできますみたいなところで、総合的に技術を組み合わせることができればできることとやりたいことのやっぱマッチングっていうのが重要だと思ってますので、そこの何て言うんでしょう、ソニーグループの中でもそういうポジションをしっかりと確立していってですね、もっともっとソニーの技術の活用を世の中に送り出していくような、そういうことを意識して活動していきたいなと思います。ありがとうございます。豊さんお願いします。そうですね、やはりゲームというのは最初からリアルタイムというのを希求してやってきているわけですけれども、高品質になるに従ってゲームを飛び越えていろいろなところに
応用範囲が広がっていくかなというふうに思いました。特にバーチャルプロダクションに関して言うとリアルタイムでいろいろと動かさなければいけないしリライティングも必要だしというところがあってゲームの技術として非常に重要なロールを占めることができるのではないかなというふうに思いますので本当ソニーグループ総力を挙げてこういうところをですね突き進んでいくといいかなというふうに思いました。ありがとうございます。でも私もスタジオで新しい技術を使っている経験から技術で新しいことが可能になるっていう一方でその従来の熟練のなんていうんですねクリエイターの神業みたいなものの方が実はすごく早かったりするのでその2つを両方を使うために一緒にその2つのグループが議論して一番いい方法を見つけていくっていうのが非常に大事かなと思っていますので常に技術をいろいろとクリエイターたちに見せていくことがとても大事だと思っています。実は皆さん非常にありがとうございました。また活発に活動していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。